おはようございます。ケンです。今日はテスラの最新ニュースを4つ取り上げます。まず FST カナダ横断チャレンジの進展。次にサイバートラックの新しい低価格トリムがいよいよ初回納車に近づいているという話。そしてボルボの EV がヨーロッパでテスラのスーパーチャージャーをさらに使いやすくなるというニュース。最後にスペース X の IPO 報道がテスラ株にどう影響しているかです。本日も最後までご視聴ください。まず最初に FST カナダ横断チャレンジです。テスラの FST のバージョン 14.3.3 を使ったカナダ横断チャレンジが進んでいて、初日はおよそ1300キロ以上、2日時点では合計3300キロ以上を人間の介入なしで走行できたと報じられています。これはかなりインパクトのある数字です。ただ、ここでいきなり FST は完成したって見るのは少し早いと思います。今回見るべきポイントは、長距離を走れたことそのものよりも、実際の道路環境の中でどれだけ安定して対応できているかです。高速道路を長く走るだけならまだ分かりやすいです。でも現実の道路には工事現場だったりいろいろとあります。交通整備の人がいたりとか、横断歩道を渡る人、自転車、そういったいろいろな環境がありますし、臨時の標識とかもあります。道路状態も天候も地域によって変わってきます。今回のカナダの横断チャレンジではこうした現実の道路環境の中で FST がどこまで対応できているのかっていうのが注目されています。特に工事現場だったり交通整備員のような決まったパターンではない状況への対応はかなり重要です。FST が本当に日常の運転で使われていくならば、きれいに整備された道路だけを走るだけでは足りません。人間の誘導、予想外の停止、臨時のルール変更、こうした場面にどう反応するのかっていうのが実用性を判断する大事なポイントになります。テスラオーナー目線で見ると、このニュースは FST の実用性が少しずつ上がっていることを感じさせる内容です。もちろん日本で今すぐ使えるようになるわけではありません。国ごとの規制もありますし、道路環境も違います。ただ、北米でこうした実装データが積み上がっているということは、今後の FST の展開を見る上で重要です。投資家目線で見ると FST やロボタクシーの機体がただの発表会やプレゼンだけではなく、実際の走行記録として出てきている点がポイントです。一方でこれは公式な安全統計ではなく、あくまで実装チャレンジの報告です。なので過剰に期待するというよりも FST の現在地を見る一つの材料として捉えるのがいいんじゃないかと思います。では次に行きます。次はサイバートラックの新トリムについてです。テスラが2月に発表した$59,990の前輪駆動サイバートラックについて、便の割り当てが始まり、初回の納車が近づいていると報じられています。このモデルは325マイルの航続距離や7500ポンドの牽引能力を備えたトリムとされています。サイバートラックといえば、これまで高価格帯のイメージがかなり強かったと思います。デザインも強烈ですし、価格も決して安くはありません。そのため欲しいけれど価格が高いと感じていた人も多かったはずです。今回の新トリムはサイバートラックの価格帯を少し下げて、より広い層に届けようとする動きとして見ることができます。ただし、ここも冷静に見る必要があります。価格を下げたモデルが出ること自体はポジティブです。でも、それが本当に需要の回復につながるかどうかっていうのはまだわかりません。見るべきポイントは、初回の納車が始まった後にどれくらいのペースで納車が進むのかです。そして予約した人以外の新しい需要がどれくらい出てくるかです。サイバートラックはかなり個性的な車です。熱狂的に好きな人がいる一方で、一般的なピックアップトラックユーザーにどこまで広がっていくのかっていうのがまだ判断が必要です。ただ、低価格トリムの納車が始まることで、サイバートラックの販売動向はもう一度注目されると思います。これはオーナー向けというよりも、テスラの販売戦略を見る上で重要なニュースになってくるんではないかと思います。では次に行きます。次はボルボの EV とテスラのスーパーチャージャーのニュースです。ボルボの EV のドライバーがヨーロッパの29カ国で2万機以上のテスラのスーパーチャージャーにより簡単にアクセスできるようになると報じられています。しかも注目すべきは、テスラのアプリを開かなくても
利用しやすくなる方向に進んでいる点です。これは単なる他社 EV も充電できますっていう話ではありません。テスラの充電ネットワークがテスラオーナーだけのものから他社の EV にも使われるインフラへ変わってきているということになります。ヨーロッパでは EV メーカー同士の競争が激しくなっています。その中で充電体験は非常に大きな差になります。車そのものが良くても長距離移動で充電に不安があるとユーザーはなかなか安心して選べません。その点でテスラのスーパーチャージャーにアクセスしやすくなるということはボルボのユーザーにとっても大きなメリットです。ではこれはテスラにとってどういう意味があるのでしょうか。一つは充電ネットワークの利用率が上がる可能性です。スーパーチャージャーは設置して終わりではありません。使われてこそ価値があります。他社の EV が利用しやすくなればテスラにとっては充電インフラ事業としての価値が高まってきます。もう一つはテスラブランドの存在感です。他社の EV に乗っている人でも長距離移動ではテスラのスーパーチャージャーを使う。これはかなり象徴的です。車はボルボでも充電体験の一部はテスラが支えている。こういう状況が広がるとテスラは単に車を売る会社ではなく EV の利用環境の中心にいる存在にもなってきます。ただしここでも注意点があります。他社の EV の利用が増えるとテスラオーナーにとっては混雑の問題が出る可能性もあります。特に人気エリアだったり旅行シーズンでは充電待ちが増える可能性があります。なのでテスラとしては開放を進めるだけではなくスーパーチャージャーのステーション、この拡張だったり充電体験の維持っていうのも同時に重要になってきます。はい、ではね、最後に行きます。本日の最後はスペース X の IPO 報道とテスラ株への影響について見ていきたいと思います。ここ数日、スペース X が IPO する可能性についての報道っていうのが相次いでいます。これは日本でも報道されているので、もう皆さんご存知でしょう。評価額が非常に大きくなるのではないかっていう見方もあり、宇宙関連株にも影響が出ているようです。そして、このニュースはスペース X だけではなく、テスラ株にも関係してきます。なぜなら、投資家の中には、テスラを単なる自動車会社としてではなくって、イーロン・マスクさん関連企業全体の成長ストーリーとして見ている人が多いからです。スペース X に注目が集まると、イーロン・マスクさん関連企業全体への期待が高まり、その流れでテスラ株にも関心が向かう可能性というのがあります。一方で、ここはかなり冷静に見る必要もあるんです。スペース X の IPO はテスラの自動車販売が増える話ではありません。テスラの利益率がすぐに改善する話でもありません。つまり、テスラ本体の業績とは分けて考える必要があるということになります。さらに、スペース X が上場した場合、これまでテスラ株を通じてイーロン・マスクさん関連の成長ストーリーに投資をしていた資金が直接スペース X へ向かう可能性もあります。これはテスラ株にとってプラスにもマイナスにもなり得ます。ポジティブに見ればイーロン・マスクさん関連企業全体への注目が高まる。ネガティブに見れば資金がテスラから分散する。だからこそ投資家はこのニュースを単純にスペース X の IPO だからテスラ株にプラスと決めつけない方がいいと思います。大事なのはテスラ本体で何が進んでいるかです。FSD はどこまで進んでいるのか、サイバートラックの需要はどうなのか、スーパーチャージャー事業はどこまで広がるのか、そして自動車事業の利益率はどうなっていくのか。スペース X のニュースは大きいんですけれども、テスラ株を見るときはやはりテスラ本体の実行力も同時に見ていく必要があります。このスペース X に関しては先週より毎週金曜日はスペース X の日として情報発信を開始したので、スペース X に興味がある方は金曜日の YouTube をご覧ください。はい、ということで今日の内容をまとめていきます。まず FSD のカナダ横断チャレンジでは3300キロ以上の無介入走行が報じられ、FSD の実用性が注目されています。次にサイバートラックの59,990ドル AWD モデルで便の割り当てが始まり、初回納車が近づいています。そしてボルボの EV がヨーロッパでテスラのスーパーチャージャーをより使いやすくなることで、テスラの充電ネットワークが他社 EV にも広がっています。最後にスペース X IPO 報道はテスラ株の投資家の心理に影響していますが、テスラ本体の業績とは分けてみる必要があります。今日のポイントは派手なニュースがあったっていうよりは、テスラの各事業で実際の動きが出ているということになります。FST、サイバートラック、スーパーチャージャー、そしてスペー
SpaceX 報道、それぞれ別々のニュースに見えますが、投資家やオーナーにとっては今テスラの周辺で何が動いているのか、これを知る大事な材料になってくると思います。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し430ドルを超えてきていまして、今現在432ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。お知らせがあります。6月6日土曜日に名古屋にあるテスラの中古車販売カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムや中古販売、ラッピングなどに興味がある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、到着が多分11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎぐらいまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。その日は僕は泊まりますので、よかったら夜も一緒に食事などねさせていただければと思います。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。